はい、どうもです。今日はですね、こちら、四角ナマコっていう食材ですね。で、このナマコですね、めちゃくちゃ面白い特性を持ってまして、なんなら、こんだけ話持ち上げてても、ってなるような、そのぐらいの映像になっております。ということでですね、それでは早速水中映像をご覧ください。今日はですね、かなり衝撃的な映像になるんですけども、主役はですね、こちら、四角ナマコになります。ナマコはですね、キャッチ結合組織を持っていて、自在にですね、すっごい柔らかくなったり、すっごい硬くなったりすることができる、性質を持ってるんですね。その中でもですね、この四角ナマコのそれは、明らかにね、群を抜いてすごいです。で、キャッチ結合組織の話をするとですね、大体、俺もキャッチ結合組織持ってるわ、みたいなコメントがね、いっぱい来るんですけども、もうね、本当にレベルの違うものだっていうことが今回わかると思います。はい。ということでね、こんな感じで、今日食べていく6匹をね、取っていきます。一応四角ナマコもね、大体牛券かかってるんで、漁師以外はね、取れないんで、皆さんね、気をつけてくださいといったところでですね、そろそろ実験をね、開始していきましょうか。で、本当にね、かなりね、衝撃的な映像になるんで、ちょっとだけね、心の準備をしておいてください。では早速、一点に力を加え続けていきます。こうやってずーっと加えていくと、だんだん柔らかくなっていくんですよ。柔らかくなった後に、だんだん水のようになってきて、そこから穴が開きます。で、穴が開いたところから内臓が飛び出してきます。で、この内臓に外敵が夢中になっている間にナマコは逃げていくっていう風に言われています。なんでこの2つにちぎれたナマコはですね、このまま置いとくとですね、2つの生き物になります。それではね、もうちょっとちぎっていきましょう。それでは一番後ろをですね、さらに力を加えていきます。そうするとですね、体全体がだんだん水のようになってきて、最終的にはこんな感じでナマコだったものが完全に白い粘液状のものになります。で、さすがにここまで来ると再生はね、できないです。はい、ということでね、皆さんかなり衝撃的だったんじゃないでしょうか。それではですね、陸に戻ってさばいていきましょうか。はい、っていうことで、今日は四角ナマコなんですけども、このナマコは俺自身初めてさばくんだけど、多分、俺の動画の中で一番出てきてる。なんか、浅瀬に行くと、絶対にね、こいつが、うわーっていて、俺が魚取ってるシーンとかに、勝手に映り込んでる。めちゃくちゃ映り込んでる。だからね、多分、出演数ナンバーワンだと思う。でね、なんかね、中国ではね、漢方として使われてるらしくて、茹でて、乾燥させて、で、粉にしてね、使ってるらしいです。もしかしたら体にいいかもね。わかんないけど、俺はそういうの信じてないからさ。それではですね、早速、観察していきましょう。ちょっとね、ものすごい密集してるんだけど、何が何だかわからんな。取り出しましょう。取り出すとね、自重で、しぼんじゃうんすよね。はい、こんな感じですね。カメラ上でわかるかっていうのは微妙なんですけど、なんかね、真っ黒っていうよりは、ちょっと青みがかった黒って感じですね。で、先端のイボは、こんな感じでちょっと赤みがかってます。さて、裏返してみましょう。よいしょと。はい、こんな感じですね。裏側もね、かなり黒い。で、拡大すると、はい、こんな感じで、ナマコの足があります。これはね、観測って言って、無数にあるんですけど、これでね、岩にひっついたりとか、移動したりとかに使用しています。で、ここにですね、口があります。拡大するとね、こんな感じ、ちょっと触手がありますよね。これね、本土にいる黒ナマコとかと結構似てるんですけど、触った感じはね、全く違くて、すごいね、硬いです、これ。こうやってゆっくり押してると、さっきの水中映像みたいな感じで溶けちゃうんですけど、基本的には硬いですね。ナタデココとか、そんぐらいの硬さ。はい、それではですね、さばいていくんですけども、ネット上でね、一応調べた感じ、誰も料理してなかったです。あんだけ砂浜にいるのに、誰も料理してなかったです。でも島の人に聞いたら食べれるって言ってたんで、こいつ食べれます。はい。食べれないって言われても、食べれると俺は思うんですけどね。ということでですね、今日はこの四角ナマコを内臓を出して、茹でて、乾燥させて戻して、中華煮にしていきましょう。ということで、早速やっていきましょう。よし、じゃあ取り出していきます。よいしょ。よいしょ。ちなみにね、あと島には俺が食べてないナマコがですね、3種類ぐらいいますね。で、その中の一つはマジでうまそうだからまだ取ってる。っていうことで、切っていきましょう。どうしようかな。細いよね、今までさばいてきたナマコと比べて。今までのがでかすぎたっていうのがあるけどさ。じゃあここに、こうやって包丁入れて、内臓を取り出していきましょう。もうこれね、かわいそうに見えるかもしれないけど、
痛くないんでね。内臓はこんな感じですね。2日ぐらいね、砂抜きしてたんで、もう砂とかは入ってないですね。綺麗なこの綿ですよ。高級食材。結構柔らかい。もっと硬いのかと思ってた。ちなみにこのナマコはですね、非常に回復力が高いんで、このぐらいだと全然死なないです。この状態で全然元に戻ります。こっからもう一個切ってもまだ元戻ります。なんか台風の時とかさ、すっごい海の中かき乱されてさ、こいつらバラバラになったりするわけよ。岩から剥がされたりするとね。で、バラバラになったやつが生き返っちゃうから、なんかね、台風の後とかに海行くと、ものすごいちっちゃいこの四角ナマコがね、いっぱいいるんだよね。大量発生する。台風の後に。面白い生物ですよ。ナマコってやっぱり奥が深いです。でもこんだけさ、ナマコ食べてて、本土にいるマナマコ、普通のナマコですね、食べれる。逆にあれを5年ぐらい食ってないんで、久しぶりにね、あれを食いに行きたい。島にはいないからね、あのナマコは。こんだけいろんなナマコいるのにね。はい、ちょっとこの綿味見してみますか。せっかくこの新鮮な状態が残ってるんでね。なんかね、本当はね、この子とかこの綿とか、こういうのね、ものすごい何百個も集めて、束にして乾燥させて、それを炙って食べるっていう方法があるんですけど、そんなに俺数殺したくないんで、それはね、もう買って食べようかなって思ってます。俺は生でいく。おー、あー。サポミ。ちょっとまだサポミっていう味覚を知らない人のために説明させていただくんですけども、ナマコってね、体が動きが遅い分、魚とかからね、身を守るために、サポニンっていうね、毒を分泌するんですよ。やっぱりね、こんだけ動かんで敵からも食べられんっていうのはおかしいからね。やっぱりね、そういうからくりがあるわけよ。で、そのサポニンっていう毒が、そこそこ濃くなってくると、味になるんですね。で、それがサポミです。どんな味かって言いますと、口が痺れるっていう感じですね。かなり濃くなると、翌朝ケツが痛くなるぐらいですね。で、今食べたこの綿のサポミが、若干のレベルぐらい。ちょっと喉がイガイガするなぐらいの感じですね。はい、ということで話が逸れちゃったんですけどもね、引き続きさばいていきましょう。ちなみにサポミはですね、ただただ不愉快なだけですね。ちょっとね、刺身も食べたいんですよ。ちょっと切ります。はい。見てください。抜群に新鮮です。で、ちなみに、やばい。溶けてきた。ちなみになんですけど、こっちのナマコで刺身でサポミがなかったことは今まで一度もないです。ということで食べています。お、柔らか。いけるかも。来た来た来た。やばいな、このサポミは。食感はね、最高にいいんだけど、サポミが強いわ。次は、茹でていきましょう。はい、じゃあ入れていきましょう。よいしょ。よし、もういいだろう。セット。よーし、じゃあ入れていこう。うわ、すごい。一塊になりそう。もう汁が紫っぽいんだけど、すごい色素だね。で、この、なんか異常に出てる泡はですね、これアクじゃないです。これサポニンです。サポニンはね、洗剤みたいな成分なんでね、こんな感じで泡が立ちます。こんだけ泡が立ってるので分かるように、サポニンってね、水に溶け出すんですよ。なんで、この汁とかね、飲んだらね、渋いし、逆に言えば、汁に溶け出すんで、サポニンもね、和らぐんですよ。そしたら、しっかりサポミ出していきたいんで、30分ぐらい茹でていきます。はい、20分経ちましたと。熱そうだな。全然いける。よいしょ。とりあえずね、流していきましょう。熱湯のまま流すと、下の配管が傷んじゃうみたいなんでね、ちょっと冷ましてから。めっちゃ泡立つね。よいしょ。なんも見えねえ。泡がすごすぎて。ウケる。めっちゃちっちゃくなってる。ちょっと泡が邪魔でなんも見えないんだけど。めちゃくちゃちっちゃくなってるよ。ちっちゃくなったな。こんなにちっちゃくなる。体積的には5分の1ぐらいになったんじゃない？もっとかな。で、こっからですね、ここにね、口があるんで、この口を取っていきます。こんな感じでね。柔らかい。すぐばらける。これが口ですね。なんかね、歯みたいなのがあって、ちょっと硬いんですよね。さて、どんどん取っていきましょう。口。これ見て、みんな。今までで一番、なんか、干しナマコっぽいよね。ちゃんとした。これはね、期待できるね。はい、ということで、次はですね、乾燥させていくんですけども、自然乾燥すると、大体ね、2週間ぐらいかかるんで、今日はですね、フードドライヤーって言って、ドライフルーツとか作る機械をね、使ってね、乾燥させていきます。で、なんで乾燥させるかっていうと、なんかね、乾燥させて、一旦戻して料理すると、めちゃくちゃサポニンが抜けるわけよ。正直ね、俺の中ではサポニンを抜くためにね、乾燥するっていう感じですね。これがね、フードドライヤーです。友達にもらいました。で、ここに、こんな感じで乗せていきます。
あー、花粉症が辛い。鼻が出てきた。やばいぞ。早く置いてしょう。よし。やった。ね、こっから水分が抜けたらどんだけちっちゃくなるんだろうね。食べるとこ全然ないじゃん。それではですね、蓋を閉める。よいしょ。外した。閉まった閉まった。スイッチを入れて、見た目何も変わらんけどね。で、これで24時間待っていきます。フードドライヤーって、なんかね、下から乾燥した空気がこうやって送り出されてきて、まあ、これね、ところどころね、穴があるんですけど、ここの穴から空気が出てって、水分をね、こうやって飛ばしているといった感じですね。はい、それじゃあですね、24時間待っていきましょう。はい、それではですね、24時間経ちましたと。でね、皆さん、驚きますよ。めちゃくちゃちっちゃくなってる。見ましょう。これですよ、これ。ちっちゃ。もうなんか、危ない危ない危ない。びっくりしたびっくりした。10分の1とかになってますよ。元の大きさのね。もう茹でただけでも全然ちっちゃくなったのに、さらにめちゃくちゃちっちゃくなってるよ。やば。すごいな。なんかイボのところとかね、結構赤っぽかったんですけど、色消えちゃってますね。はい、ということですね。それでは、こっから、さらにもう1日かけて戻していきます。それではね、またか。長いな。やっていきましょう。よし。着火。今からね、これを熱湯にしていきます。よし、沸いたな。よいしょ。はい、それではですね、この熱湯にこれを入れていきます。はい、それではですね、1日経ちました。サポ抜けてるかな？ちょっと噛んでみる。ノーサポ。まだ味の感想言わない。最後のお楽しみということでね。今日はですね、中華煮をね、作ろうと思います。中華煮を作るために、見てくれ。中華鍋。今言葉が詰まったね、なぜか。これで、やっていく。でね、中華料理とかね、全然作んないから、オイスターソースとか初めて使うんだけど、オイスターってさ、牡蠣でしょ？どんな味なんだろう？なるほど。辛っ。味濃いね。で、今ね、食べた感じね、ものすごくね、味が染みづらそうだったんで、とりあえず薄く切って、そっからね、味を入れていこうかなと思います。多分ね、よく見る、丸まんまのナマコの中華に、なんか、似てるやつあるじゃん。あれね、2時間ぐらいね、味入れてると思う。そんぐらいしないとね、入んないよ、多分。どうしようかな。本当はね、この内側にある内臓壁をこうやって取った方がいいんだろうけど、まあ、取るか。この内臓壁もね、食べれます。こっちもね、珍味として普通に食べれるもんですね。なんだったら俺なんか内臓液の方が食感いいかなと思ってますけど。はい、とりあえずね、内臓液取り終わりました。もうね、完全に乾かす前のサイズまで戻ってますね。薄く切っていきましょう。椎茸みたいだな。まあ、これだけね、そのままでいってみましょう。せっかくなんでね。もしかしたら味も染み込むかもしれないしね。すごい量。こんなにね、戻ると思わなかった。なんかもっとちっちゃいかと思ってた。調味料はこちらです。オイスター、日本酒、醤油、鷹の爪、そして、ニンニク。まあ、ニンニクはこのままじゃ使えないんでね。切っていきましょうね。下手ってんな。はい、それじゃあね、入れていきましょう。醤油がほとんどないんだ。ちょっとね、辛めが好きなんだよね。鷹の爪。入れすぎた。後悔はしてない。そしてニンニク。おー、響くね。で、最後にね、オイスターソース。どんぐらい入れるんだろう、これ。結構味濃かったぞ。こんなもんやろ。こんなもん。全くわからん。日本酒多めにしとこう。味を薄める。よいしょ。着火。なんか中華は強火なイメージあるんだけど、めちゃくちゃ焦げそう。弱火でいこう。炒め物じゃないしな。合ってんのかな。せっかくだからね、これ中華お玉も買ったんだよ。いいでしょう。あとな、寸胴もな、最近欲しいんだよね。でもでかい魚さ、さばくからさ、一気に茹でれるもの欲しいよね。よーし、いいんじゃないか。はい、それではですね、完成しました。いただきます。結構うまい感じに仕上がった気がするけど、どうだろう。食べてみよう。うまそうなんだけど。味濃っ。オイスターソース入れすぎたね。そういう時のためのチンゲン菜。
このナマコ1かけに対してチンゲン菜1枚でちょうどいいぐらいの味。バチバチに濃い。なんだろうな、サボニンの味とかはもう全然ないんだけど、このナマコ自体に若干のなんか嫌な臭さがあって、それをね、どうにかね、打ち消したくて、ものすごい量の調味料入れたんだけど、割とね、打ち消せてる。食えるわ。食える。全然いけるな。ゲテモノの中ではめちゃくちゃうまい。食感としてはね、もうほんと巻き貝みたいな、サザエみたいな感じかな。普通にね、美味しい。びっくりした。ゲテモノとしてはやで。それはこれサザエと一緒にこれ、同じ味付け出されたら、なんやこれってなるけど、ゲテモノとしてはうまい。全然、すごいわ。まあ、今まで食った島にいるナマコの中で一番美味しいかも。食感もすごい柔らかいしね。だってさ、今まで全部圧力鍋使ってきてるからね。こいつ圧力鍋使わずにこんだけ食感いいっていうのはかなりいいね。正直いいなと思った。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、今回はですね、触ると溶けるナマコ、四角ナマコということだったんですけども、まあ、正直ね、俺ね、全然期待しなかったんですよ。だってさ、あんだけ取りやすいところに死ぬほどの量いて、今まで食べてる生地が一つも乗ってないって死ぬほどまずいから育ってるんだろうなって思ってたら違ったね。なんで誰も食べてないんだろうね。別に好んでは食べないけど、別に食べてもいいんじゃないかなっていうレベルでしたけどね。でもね、なんか、俺自身がナマコの調理が上手くなってるっていうのがね、ある気がする。クリロナマコね、衝撃的にまずかったんですけど、今調理すれば美味しくいける気がするんだけど、またいつかね、やってみましょう。はい、ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、